August 2020, Usami Hiroji of the Sosuishi Ryu School and leader of a group of Japanese sword passionates called Toyukai invited us for a special sword appraisal event that retraced broadly the history of the Japanese sword. Shizuka Tokuyuki Sensei, director at the Society for the Preservation of Japanese Art Swords, told us the history of the katana tradition from the Kamakura era to the Bakumatsu period. Shizuka Sensei brought with him 6 exceptional antique swords from different periods to illustrate how Japanese swords evolved and were handed down from generation to generation, starting from the birth of the samurai until their fall centuries later, shaping forever the identity of Japan. Let's dive together in the world of traditional Japanese swords experts. 日本刀というのはですね、生まれて日本刀と称するようになって1000年の歴史がありましてですね、その1000年の歴史がですね、この後もずっと継続して伝統として残すためにですね、今日現在持ってた刀は鎌倉時代の今から750年ぐらい前の刀をはじめとして、新進刀と言われる江戸後期の刀までをお持ちしてきたわけですけども、やはりこういうものをその時々の人たちが大事に残して、我々の時代に、残してくれた。で、我々はこういう文化をまた後世に残していきたい、また残す、そういうために、鑑賞会あるいは展覧会等を行ってですね、啓蒙活動していきたいと、いうふうに思ってるんですね。刀のまず見るというのはですね、姿、刀のこういう姿をまず一番に見て、皆さんは一般的には刃文、この刃文っていうのはですね、この刀工の一番個性の出るところで、また美しさであると思うんですね。これは皆さん見たいと思うんですけども、一般的なこの姿、反りの具合ですね、それから幅の状態、こういうものをまず見て、時代だとかを鑑賞を当てる。そしてなおかつ刃文を見るというね、これを楽しむということですね。刀を持つとですね、この研ぎ澄まされた鉄が研ぎ澄まされたこのきれいな鉄がですね、心が落ち着きますよね、精神的に。そしてなおかつ古い時代のものを今現在もここに手に取って見られるという、ね、何百年も前のものがこうして自分の手に取って見られるというこの喜びですね、こういうところがやっぱり刀を愛する一番元のところじゃないですかね。刀に一番感じることはやはり鉄の芸術品としての価値を感じます。鉄そのものの美しさ、ただ武器ですから武器を鑑賞するということの緊張感が背景にあっての美しさがあるんだと思います。やはり真剣を使って稽古する、演舞するという緊張感はありますし、むしろ刀と自分が一体化していく、そういう気持ちに集中すればするほどなっていくのかなと思います。鎌倉中期という時代が来るわけでございまして、この時代のものはですね、質実剛健、武勇を理想としたですね、鎌倉武士全盛の影響を受けてですね、日本刀としては最も華やかな刀剣社会の時代が到来するということなんですね。この時代に作られた刀っていうのは現存品でも非常に優秀ないいもの、名品がですね、大変現存されているということなんですよね。太刀の作り込みというのはですね、いわゆる先ほどと同じようにしのぎ作りですね、切っ先は平安時代末から鎌倉初期で小さい切っ先だったのが、中切っ先になって少し伸びてくる。それから生首切っ先ってイノシシの首みたいな形のものがある。太刀、これも長いんですよ、もともとはね。でこれはですね、皆さん見て分かる通りですね、銘がひっくり返ってるんですね。これ刀目のように来てるんですけど、実はこちらに銘があるんですよ。立ち銘なんです。このところよく見ていただくと分かるんですが、これ鎌倉後期なんです、時代はね。鎌倉後期っていうのは大体ですね、
華略だとか玄徳あたりですね、西暦でいうと1320年ぐらいのもので、華略だとか元王だとかですね、それで時代古いですから、ここのところに備中国10ってあるんです。で穴がボコボコ開いちゃってまして、このところに銘が入ってて、でこちらにですね、これ折り返し銘って言うんですよ。もともとこちらに銘がこの額でここに入ってるんですけどね、こちらに銘が太刀でずーっと切ってあったんですよ。だからもともとを倒すとこんな長いもんなんです、これもやっぱり。それがこの銘を切っちゃって、早く備中国10しかこれしかなくなっちゃうから、この銘を残すやる銘刀っていうのはここにあるんですね。どっちでもいいものを切っちゃえばいいんですよ、無名詞は。こんな手間かけないんですよ。これ典型的な折り返し銘の典型的なものなんですよ。それでこの銘の部分だけ残してこちら側へ掘りすくって、この中折り返すんですね。でここへはめ込むんですよ、こういうふうに。でところがこれがケツが切れてちゃダメなんですよ。切れちゃったら別のもの入れられちゃいますから。これ切れてないところがいい。でなおかつよく見ていただけ分かると、今度これ針の穴が通るぐらいの穴が開いてますから、これよく見てください、このところね、中ごじりに。だからこちらから銘がもっと長かったものがそのまんま折り返して、この銘の部分だけ折り返して下は切っちゃって、銘の部分だけこちらへはめ込んできてると。でこれはやっぱりやってるのは江戸時代か、あるいはそれ以前か分かりませんけども、いわゆる時代的に鎌倉後期のもので、時代の古いもので、ここの部分はですね、柄に入れたり出したりするために高い部分は擦れるわけですよね。こちらなんかだから結構擦れちゃって、口コミもそうですけども字が読みづらいんですけども、こちらのはめ込んだ部分っていうのは、このはめ込んだ本体の方が一段高くして、こちら低くしてるんですよ。目に当たらないようにしてるんですよ。そのために銘が鮮明に見えるんですよ。これ銘が非常に鮮明に見えるんです、こちらね。でこのくらいやっぱり気を使って、いいものってやっぱりこうやってすごい手間かけてるんですよ。で長さ的にはやはりこれはもっと下に長くて、元の産穴っていうのは備中国ってあるから、多分この辺じゃないかと思うんですよね、この穴。そして火がここのところにありますから、多分丸止めですから、こちらは棒火に添え火がありますがかき流してますから、多分この辺じゃないかと思うんだよね。この辺よりもうちょっと下がるかな、この穴だと思うんだよね。だからこの辺になるかな、長さ。これも2寸とかつり上がってますよね。これ今2尺2寸5分ぐらいありますから、だから2尺5寸ぐらいあったんじゃないですかね、元はね、長くてね。それを上げてここにやった。そしてなおかつこれはこうに見ていただくと分かる、そちらで見ると分かると思うんですが、本来は反りが今非常に浅いですよね。反りが浅くなっていて、これが本来ずっと反りがこっち来るんですよ。そうするとある程度腰反りなんですよね。ところがこれをすり上げた時にここがこう反ってますと、内型にした時にやっぱり勝手が悪いんでしょうね。こちらの部分、ここがこう本来来るべきものがこう来ちゃったんですね。こっち押されてるんですよ。見えるでしょそれね。他のものは、こちらのものはですね、ほら違うでしょ。こっちは上の反りと同じようにずっと来てるでしょ。こっちは違うでしょ。内側少し曲がってきてるでしょ。これはすり上げた時に内型にするために使い勝手がちょっと勝手悪いので、この部分をこうやって使う、まっすぐに入れれるようにして、それで内刀として使ってるんですよ。こういうふうに、これは中を押すという形言ってるんですけどね、反りを押さえてるんですよ。だからこれは元に戻せばやっぱり腰で反ってくる。そしてやっぱりその先行って腰反りでもこちらのと違って少し反りが少しやっぱり加わってきてるという鎌倉後期のね姿というものなんですね。真剣を使うことの意味っていうのは、もともと真剣でやっていたものですから、それを使うのが本来の姿で、真剣でない、模造刀でやるのはあくまでも真剣が使えるようになるまでの練習の過程、前段階で、居合抜刀術の世界でもできれば最初から真剣でやった方がいいんだということです。それはやっぱり緊張感があるし、真剣でもともとやるものですから本物を使ってやるってことですかね。真剣でやる時と模造刀でやる時のこう集中力だとか
緊張感だとかそういうものが違うと思いますね。真剣でなければ絶対できないということはないと思います。真剣でいつもやってるとたまに模造刀を使っても全く同じ気持ちで扱いますので。南北朝時代っていうのはですね、建武の3年の後醍醐天皇がですね吉野山に南朝を開いてから明王、いわゆる南北朝時代の一番最末期、いわゆる歴史年表でいうと室町という時代になるんですけど、刀剣社会でいうとこの時代は特殊な時代のものですから南北朝時代と言ってるんですが、明徳3年に後亀山天皇がですね京都に戻るまでの約60年間、これは南北朝時代ということでですね、これは刀の社会ではですね大変特徴的な刀が出現したということで、こういうようなことで時代を分けているわけでございます。刀がですねこの時代になるとですね大げさな大きなですね大太刀が出現してくると、いわゆる背負い太刀だとかですね、こういう長いもの、長さとしては3尺以上超えるですね野太刀だとか背負い太刀だとかと言われるものがですね出現してくると、これ特殊な事情があるわけですね。ともかくこの時代っていうのはですね太刀にしてもですね大きなものが出てくる、いわゆる切っ先なくもですねものすごく大きなものが出てくるというような時代が出てきております。そしてその後ですね室町の初期からですね、今度室町の中期から室町の末期にかけて、この時代はですね戦国時代ということで応仁の乱をですね中心として、それ以降戦国時代がずっと始まるわけですよね。でこの辺では長尾景治の乱なんていうのがですね応仁以前にですねありまして、それらが、応仁の乱というのは京都を中心として勃発して、それが日本中に広まって、戦国時代を迎えるわけなんですけども、こうしてきますとですね刀がですねやっぱり姿が今度変わってくるんですよね。でこの時代になってですね内刀っていうのが出てくるんですよ。で今までは太刀なんですよね。大江あたりまでは太刀。この時代はですね太刀の流行はですね大江を境にしてですね大体廃れてくるんですよ。そしてそれに代わってですね刃を上に向かって我々が今言ういわゆる刀と言われるものですね、内刀という様式のものですね、あるいはそういうものがですね、あるいは脇差しと言われるような片手で使うようないわゆる長さが2尺前後のもの、こういうものが出てくるんですよ。これが初めてこの時代に出てくるんですね。これは刀というような言い方するんですけども、でこの時代のですね栄章だとかですね天文頃のものというのはですね片手打ちって言って応仁の乱以降ですね戦いの方法がですね変わってきまして、いわゆる勝ち戦っていって歩ってですね戦う姿が流行ってくるんですよね。南北朝時代は背負い太刀を持ってって離れて戦うという、あるいは馬のどこ行って大きな投げなたでここに振るとかっていうこういうものなんですが、この時代は勝ち戦という歩って戦う、それにはですね両手で使うよりも片手で使う、こういうものがですね流行って一番早いんですよね、これがね。で今日も4号刀がそうなんですけれども、後で説明しますけども、それも今日持つてあります。こういうものが出てくるということなんですね。それで刀がこの時代一番日本刀が作られた時代なんですよ。で戦国時代ですから、いわゆる消耗品という形で戦いに行ってそのまま捨ててきちゃうとかですね、こういうようなものがあって蘇生乱刀が出てるんですよ。大量生産ですよね。だからね刀の形してるだけ、いわゆる鍛錬なんかよくやってない傷が出ようがなんだろうがいいと、城に備え付けのものを持ってってそこで戦うとか、こういう時代。それとそれに反していわゆる有名武将だとかですね注文打ちというのが出てくるんですよ。名を自分の所持名を入れたりとかですね、こういうものが出てくる。そういうものはまた全然作刀がもっと上のレベルのものね。これがですね室町中期になって刀、内刀ということを言ったと思うんです。今までは太刀という形を話したと思うんですけども、これが内刀の出現ということですね。室町中期で片手打ちというものですね。でこれは見ていただきますと持つところが非常に小さい。内刀っていうのはですね拳一つここに入るだけの片手で使うということなんですよね。そして先ほども姿の話しましたけども、反りがこう見てですね大体反りが中頃反ってなおかつ上行って反りが変わってるという、反りが強いですよね。先反りというんです。こういうの、こういう姿のものは室町期のものなんですよ。
室町中期以降。そして長さがこれなんか見てみますと産ですが、中が産でこういう2尺1寸5分ぐらいしかないですか、これは。だから先ほど言った2尺1寸前後というのは片手で使うの一番使いやすい時代ということで、こういうのが非常に流行るという時代で、姿見ると先反りが強くて室町期になっているという。そして重ねを見ていただきますと、身幅が比較的狭い割に厚いんですよ。片手で打ち込んだ時に衝撃が来るのはこの腰のこのところに来るわけですよね。それらで刀のその折れだとかなんか防止するためにこの重ねが厚い、この特徴なんです、この時代のものはね。こういうね、中にはしのぎを今度はもっと落としちゃって通り抜けのいいようにしているものも中にありますよ。でしのぎが高くなるわけですね。これはどちらかというと重ね、身幅の割に重ねが厚いと。だから重ねがもっと薄くすれば逆言うと身幅をもうちょっと広くするということなんです。いずれにしても2尺前後で反りがこれつくということですね。こういうものが室町中期頃から出てくるんですよ。これ内刀の出現っていうんですけどね、内刀が出てくる。これ刀として使う。だから名もこれは刀名ですよね。こちらに美州長船森重という名が入ってますよ。で裏が制作合併の先ほど言った延徳3年8月日という年期作った日にちですね。この時代はまだ天文13年に鉄砲が入ってきて合戦方法が変わるわけですけども、室町末になってきますとね、そうすると馬上で戦うことだとかっていうのが多くなってきて、先ほども話したように2尺1寸前後か今度は天正、いわゆる永禄だと天正になって伸びてくるということでね、天文以降天文13年に鉄砲が来てから戦い方法が変わるんですよ。それ以前は歩って戦うということは、この片手で使うということはやはり両手持つとこれしかいかないですけども、片手っていうのはどこにでもなるんですよ。長くなるし一番早いわけですよね。引けば短くもなるし、この時代の一番の武器というのはやっぱりこれなんですね。こういうものを見た時には、室町中期ぐらいという片手打ちのものだな。でこの時代のものに先ほど話した、これは美州長船森重という名ですけども、数文じゃないんですよね。やっぱり出来も全然違います。円徳あたりのものではもう全然そういうものじゃないですから、こういうものに俗名の入っているものがあればそれは注文品なんですよね。この古いものでもこういう名でも注文品はあるわけだ。古いところはほとんど美州内々しか切ってないですからね。これは時代がもうちょっと下がってくるというと俗名の入ったものが出てくる、先ほど話したようなものが出てくるということなんですね。武器、一番最初はやはり武器として制作されているわけですけども、それがやはりこの日本刀というのはですね、折れず曲がらずよく切れるというですね、矛盾した性質を持っているわけですよね。で、武器としてそれで発達してきているわけですが、やはり日本ではですね、神社だとかのいわゆるご神体として日本刀が扱われているところもあるわけですよ。で一番いい例というのは日本の例えば天皇家の場合にですね、三種の神器の中の一つが剣があるわけですよね。そういう意味でやはり日本刀というのは時代を経てくることによって神格化されて、武器から離れて神格化されていくわけですよね。そしてその後時のいろんな権力者たちがですね、いい刀、いわゆる名品といわれる鎌倉時代あるいは平安時代後期から鎌倉初期ぐらいの有名刀工の刀をですね、武将たちがこぞって集めるんですよね。それは美術品として集めるんであって、有名刀工ですから。で日本の場合はそれをですね、贈答品として差し上げるというのがあるんですね。例えば織田信長という武将はですね、織田信長という武将は光貞という刀を20何振り集めてるんですよ。そして秀吉は左文字という刀をいっぱい集めてるんですよね。でその人たちは武将のいわゆる戦いで論功行賞になった人たちに、土地は日本の国は狭いですから刀を代わりに論功行賞として差し上げるとかということで、そういう時点からいわゆる美術品ないしはその価値を非常に高めたものであるということなんですね。それが代々江戸時代になってきますと、今度大名間同士の贈り物であるとかですね、いわゆる結婚した時の引き出物であるとか、あるいは
大名が他のうちへ挨拶に来た時だとか年中行に来た時にそれでまた贈答品であげるということでですね、やはり美術品としての一番刀としてやはりその武士の表道具としてですね一級品になってきてるということなんですね。いわゆる美術品としてそこまで昇華しちゃってるということで、武器からそこまで昇華しちゃってるということなんですね。鉄の変化ですね。鍛錬をして日本のたたら製鉄で作られた鉄を炭のと一緒に熱して鍛錬をする、そして焼き入れをする、その中で作られる鉄の変化の美しさ、煮えとか匂いとかいろいろな鉄の変化の働きがありますけども、それは素晴らしいですね。現代の日本で刀が所持が許可されるというのは美術品として許可されているわけですから、そういう意味では日本刀は武器ではないという、その美術刀剣の世界、刀剣鑑賞の世界ではそういうことになっていますが、武道家として刀に対する時、刀を使って稽古技を行う時にはそれはもう武器です。武器として、扱っていますので、武道家としての日本刀への向かい方は武器として常に対峙しています。日本刀っていうのは非常に難しくて全的要素があると言われるんですけどね、いわゆるその先ほど言いましたように鉄と火と水の芸術品なんですよね。で焼き入れをした時にここの刃の部分に土置きといって粘土を置いてこの形を作るんですけども、その焼き入れた温度によって水の中へ焼き入れた時によってこの地と刃の境のところにですね働きというのが出るんですよ。一番端的に言うと金線という筋が出たり、あるいは砂菓子という、これ大変難しい言葉なんですけども、我々はそういうものの出てるものが名刀とされるんですけども、そういうところをこう見て楽しむということなんですね。だからあとはこの地金の方を見ていただきますと、やっぱり鉄を何度も鍛錬をしてますから、鍛錬した後が材木のこういう目で見てみますと板目だとか木目だとか柾目というこの材木の目みたいなのが出るんですけども、それのところに焼き入れた時の温度によって地形だとか、あるいは煮えというね、いわゆるその砂粒みたいなキラキラしたものがですねこの現れるという、そういうのを我々見るから、絵の中でどこを見るとかというものとはちょっと刀の場合はですね見る感覚がちょっと違うと思うんですね。これ日本刀だけの鑑賞の仕方ということですから。ただ日本刀というのはですね、この年季を見ていただいても分かる通り、古来からですね作刀の一番いい水の時期というのがですね8月と2月とされるんですよね。水が一番いい8月ね、夏の今の時期暑い時期ですよね。それから2月っていうのは一番寒い時期ですよね。で焼き入れをするのにその時期が一番いいとされるんです。水の自然界の中の水の温度がね。でそのために刀の製作月日のところにこれなんかもそうなんですけども延徳3年8月日って書いてあるんです。そしてこちらは違ったかな、これも8月なんです。あとは2月っていうのもあるんです。だいたい多いのが8月と2月っていうのが多いんです。それは水を焼き入れた時に水が一番いい温度だとされるんですよね。だから必ずしも2月と8月にだけ焼き入れをしたのかっていうとそういうことはないんですよね。やはり8月過ぎてから半年間ごとにですね作られたものが2月に入れるのか8月という日にちを入れるのかということなんですよ。これは自然界の中では刀の作刀する中では
今まで古来からずっと行われている年季の切り方ですね。それからその室町時代戦国時代が終わって次の時代が、いわゆる桃山時代と言われる時代なんですが、先ほど話をした刀の姿というのは南北朝期の大きな刀2尺7寸か3尺ある大きな刀をですね、この時代は時代が過ぎてくると先ほど言った2尺前後のものが良かったり、長いものを使ったりした人もいるんかも分かりませんけども、こういう大きな刀を切っちゃって大すり上げしたというものですね。それを真似た作ったもの、すり上げたものももちろんありますけども、だから身幅が広くて元と先幅差がなくて切っ先が大きく伸びる、こういうもの、そして長さが3尺近いものを下で切っちゃって、いわゆる7寸ぐらい切っちゃって2尺3寸ぐらいにしちゃうという、そうすると当然銘があったものがなくなっちゃう、無銘という形になるんですね。こういうものがすり上げ物が出てくる。これを天正時代のものを天正すり上げ、慶長期に入ったものを慶長すり上げと言うんですけどね。この辺の時代になりますと今度は新唐期に入ってきまして、いわゆる徳川家康が江戸に幕府を開いてくるというと大名が各地域でそれぞれ活躍して城下町形成を作ります。そのお城を作ります。そしてそのところに刀鍛冶を自分のお抱えとして抱えるという、今までの古陶器の時代っていうのはいわゆるそういう江戸時代なんてと違って有名武将にお抱えっていうのはほとんどないんですよね。砂鉄の多く取れるところだとかそういうところに集中していて、それで流通をしていたものなんですけど、江戸時代になって新陶器になってくると違ってくるんですね。そういうふうにね、各城下町に有名刀工を呼び寄せて禄をくれて、そして自分たちがお抱えてその刀を献上していくと、そして自分たちがその大名官同士の贈答品にやるというようなことでね。それから幕末、いわゆる江戸の後期になってくるんですね。刀で言いますとですね、この時代はですね新神道と言われる時代なんですね。神道の中でもまた特に新しいという時代なんですけども、いわゆる神道はですね、一般的には明和以降はですね新神道というようなこと言われて、それ以前のものを神道と言って、それがいわゆる漢文神道という形のものが流れてきてるんですが、それ以降ですね幕末期の時代になってきますとですね、今度は思想が変わってくるんですよね。この時代はね、復興思想っていうのが出てきましてですね、いわゆるこの時代はさっき言った明和という時代なんですが、今の刀の昔は私なんちが勉強している頃は明和以降が新神道って言ったんですが、今はですね教会でもどこでも文政以降のことを今大体新神道というようなことを言ってるんですけどね、時代がちょっと変わってきてますんで、ここではそれ言ってるんですが、いわゆる本当で言うですね、広く神道と呼ばれるものの中で明和以降のものを新神道と称している。これは今はだから先ほど言ったように文政以降のものというように変えて考えてもらってもいいと、昔の本でみんなこう書いてあるんですけどね、この時代になると復古思想と運動が盛んになり、担当会刀の世界でも復古討論が唱えられ、日本刀はすべからく鎌倉から南北朝時代の作刀法にすべきであると言われたために、多くの刀工たちが実践し作刀を残すに至っている。今現在も非常にだからそういうことで、いわゆるその鎌倉時代から南北朝時代の刀を手本にして作るのがいいんだというようなことを唱えていくことを思想、あるいはこれ文化面でもそういう思想がいっぱい出てるんですね。尊皇攘夷であるとか、そういういわゆる天皇を復活させて、もちろん明治維新を迎えるわけですけども、そういう思想が増えてきてる時代ということなんですね。ともかくこの辺になってきますと刀の姿もですね、幕末のいわゆる嘉永以降のペリーが来て以降のものはですね、世の中騒然としてきましてですね、やはり江戸時代初期に近いようなですね、元幅が広くて先幅いっても狭まって切っ先の伸びたというですね豪壮なものが出てきております。で長いものが出てます。2尺5寸とか6寸というのが出てきます。これはやはり世の中騒然としてるわけですから、そういうものが戦う時にできるだけ近く行かないで戦うというね、勤王党なんていうのは特にそういうものが出てるわけですけども、そういうものが流行ってくる。あるいはあと一つの方法では古刀論ということで、いわゆる鎌倉時代に似たような刀、いわゆる真似て作ってるんですが似たようなという言い方なんですよね。あくまでも真似て作ったものが出てくるということなんですね。そして明治3年に廃刀令が出て、対刀禁止令が出て、明治9年に廃刀令が出て、刀はですねその後要はなくなって、大体刀の時代っていうのはこれで終わったと
いうようなことなんですね。我々が鑑賞対象としているのはこの時代のものということ、今話したような時代のものを鑑賞対象とするということですから、今日はそういうようなものもちょっとお持ちしてますので、後ほどまた説明したいと思います。現代刀はあまり武器としてのバランスとかそういうことはあまり良くないものが多いかな。刀の世界で言えば古刀と言われるものの方が非常にバランスが良かったりするものです。ですから刀一本一本を鑑賞していて、これは武器として非常によく切れるだろうなとか、こしらえの中に入れて武器として使った時に非常に使い勝手がいいだろうなと、そういうことは感じることはあります。日本刀のもし日本の侍の魂がそこにあるとしたら、清烈さ、ちょっと難しい日本語ですけど、そういうもの、相手の命を絶つものでもあるし、場合によっては自分が自分の名誉を守るために自分の命も絶つもの、そういうことはあるかなと思いますね。日本刀というのはすごく侍というように感じるかも分かりませんけども、やはりその侍っていうのは今現在いないわけですよね。江戸時代でもういないわけであって、ただやはりその侍の持ってたものが現在もこうしてあるということね、それを我々がもう身近で常に鑑賞できていられるということね、これがやっぱり我々はいいことじゃないかなと思いますけどね。こしらえの話をちょっとしますとですね、今日は取材することもありますんで、日本刀っていうのはですね、外国の人が見るとですね、このこしらえに入ってるのが日本刀だって思ってる人が圧倒的に多いんですよ。白鞘は日本刀じゃないと思う人が多いらしいんですね。なんで日本刀、いわゆるこのこしらえに入れてきたんですけど、ただ日本の中ではいわゆる保存をするためだとか、あるいはそのこしらえと刀身は全然別途の考え方もちょっとありました。あればそれに越したことないんですけども、いわゆる保存するためにはこしらえも傷めちゃうんで白鞘に入れるんですので、持ち運びの場合は鑑賞の場合は白鞘ということでやってるんですけどね、こしらえの場合はやはりこれが本来の姿で指しているものですからね、外国人が思うのはもっともだと思うんですね、これがね。